はようございます。現在の時刻は朝の7時ちょうどです。何やらね、賑やかな音楽で目が覚めました。で、昨晩はね、よく雨が降ったんですけども、暑くも寒くもなくてね、ゆっくり休めれました。でね、ちょっと喉乾いたんでコーラ飲みます。コーラゼロはね、こぼしてもべちょべちょしないんでありがたいです。いただきます。美味しい。で、今7時40分ぐらいなんですけども、ちょっとね、お腹空いてきたんで、ここはね、道の駅さんなんで、ご飯をね、買いに行きたいと思います。よし。よいしょ。ここにね書いてありますね。車中泊されるお客様へっていう感じで、で1または2の1って書かれるんですけども、僕はねこの辺に止めさせてもらいました。こんな感じでね止めさせてもらえるの本当にありがたいですね。で早朝なんですけども、もうねお店開いてますね。昨日ね何も買わなかったんで、朝ごはん的にねなるものちょっと購入させてもらいたいと思います。よし、こちらを買いましょう。ししゃも昆布です。ここもね道の駅限定のものらしいです。 OK で、あとねお土産にししゃもチョコいただきましょう。ししゃもの道の駅なんでね、ししゃも買います。で朝食はねこちらのケーキ類にさせてもらいましょう。たくさん種類があるんですけどどれにしようかな。はい、朝食とねおやつを考えてこの3つ購入させてもらいましょう。はい、お願いします。お待たせいたします。ありがとうございます。はい、購入しました。1668円でした。で、こちらはね、お土産と言いながら食べるかもしれないんでね、予算内に入れさせていただけたらと思います。よいしょ。で、ケーキにはね、コーヒーなんで、コーヒー入れましょう。で、水ですが、ちょっと分かりづらいけども、100cc ぐらいにしましょう。猫舌なんでね、沸かしてしまうと飲めません。よし、もうね沸きました。早いです。OK、これぐらいで、蓋がねちょっとホッケの匂いがついてるんで、こうやってね蒸気で加熱して拭き取ってね、これで OK にします。よし、じゃあねいただきます。チーズケーキからねいただきます。僕チーズケーキ大好きです。匂いがいいです。でね、食事中ではあるんですけども、ちょっとねこの先のね宿泊場所なんかをちょっと調べておきたいと思います。はい、ということでね、ちょっといろいろ調べ物してたんですけども、相当時間が遅くなって、現在の時刻はねもう10時24分です。で、この先ね泊まる場所なんかも何軒か探して予約するところはね予約できたんで、今からねもう移動できるんですけども、今ね北海道のこの辺りいるんですけども、僕はね東回りで最東端を目指すんですけども、途中にね襟裳岬があるんで、僕はね襟裳岬行ったことがないんで、今からねこちらの方に向かって出発したいなというふうに思います。で各電池の電池残量なんですけども、こちらが AC200MAX ですね。現在の電池残量ね 52% です。約48時間使いっぱなしで 52% なんで、 AC200MAX は約ね4日間は冷蔵庫をね動かし続けることができるような電源になってますね。はい。でこちらの EB150 なんですけども、電池残量はね4メモリありますね。で現在 77W なんですけども、これソーラーパネルのケーブルなんですよね。で今の天気はねすごい曇り空で悪いんですけども、お、来ましたね。17、8W ぐらいで充電できてます。よし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 、いいですね。巨大なソーラーパネルなんでね、このね曇りの天気でもしっかり充電してくれてるみたいですね。バッチリです。 OK。 ちなみにね、5時間ぐらい走ったら 100Wh ぐらい充電できるんじゃないかと思うんで、まあ一晩分のね照明ぐらいは賄えるんで大丈夫そうですね。はい、よし、ということでね
もうパッと片付けてから襟裳岬の方にね出発したいと思います。はい、出発の準備してたらね、めちゃめちゃ晴れてきました。太陽が覗いてます。で、この時のね、発電ワット数が270ワット超えてますね。めちゃめちゃすごいです。さすがは300ワットのソーラーパネルです。で、どうしましょうかね。このままだったらね、多分、電池満タンになっちゃってもったいないんで、こちらも充電しましょうかね。走行充電プラス AC 充電が、これパススルーがいけるんで、これでいけるはずなんですけどもね、どうでしょうか。はい、420ワットぐらいでね、出力され始めました。AC200MAX の方にはね、400ワットぐらいで充電できてると思います。で、車のエンジンかけてみると、はい、来てますね。やっぱりです。AC 入力が380ワットで、DC 入力が103ワットあります。だからね、500ワットぐらいで今充電されてます。バッチリですね。いうことはね、多分2時間でこれは満タンになります。素晴らしいです。ということでね、この状態で充電しながら襟裳岬の方をね、目指してみたいと思います。はい。で、そうこうしたらね、もう11時になったんで、出発前にね、最後にシシャモフライをね、いただきましょう。せっかくここまで来たのにね、シシャモ食べずに帰るのはやっぱし失礼ですんでね。シシャモフライ3匹お願いします。はい、お願いします。シシャモフライ490円です。はい、はい、ありがとうございます。美味しそう。待った甲斐がありましたありがとうございます。やりました。いいの手に入った。よーし。でね、実はね、こちらにね、昨日なかったちょい傷ありのね、訳ありのシシャモがなんとね、すごい大量に入って1500円で売られてるんですよね。どうしようかな。すごく悩みますね。シシャモね、冷凍状態じゃないと持ち運べれないみたいでから、解凍したらね、1日ぐらいしか持たないというふうに言われてから、量がたくさんありすぎたんでね、もう今回はこちらのね、シシャモフライ買ったんで、こちらでね、もう我慢したいと思います。よし、ということで、ね、いただいてみましょう。いただきます。果たしてお味は。おいしい。ホクホク。めちゃくちゃ美味しいです。これはね、もうコーラに合うやつです。ああ。美味しい。はい、完食です。ありがとうございました。美味しかったです。待って食べた甲斐ありました。最高でした。よし。ということでね、襟裳岬に向かって出発です。ちなみにガソリンがないんでね、どっかで入れないといけないような気がします。はい。じゃあね、行きましょう。道の駅、向川四季の館さん、車中泊させていただき、ありがとうございました。すごく静かな道の駅で、エンジンかけてね、休まれてる方もおらなくてから、すごくね、過ごしやすかったです。よいしょ。すぐ隣に、ガソリンスタンドだったんで、ガソリン入れていきましょう、こちらで。レギュラーを満タンでお願いします。ありがたいです。虫がね、飛びしたりすると思うんで、しっかりね、拭いてくれてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、24.1 リッター入って、3856円でした。OK。で、この子もね、お腹いっぱいになったんで、旅を続けましょう。よし。よし。じゃあね、改めていきましょう。はい、めちゃめちゃいい天気になりました。これはすごいですね。僕、今回ね、ずっと雨とか曇りだと思ってたんで、そんな準備してきたんですけども、ちょっとこれは想定外ですね。嬉しいです。おー、すごい。よいしょ。はい、ちょっとね、駐車スペースに車止めました。というのもね、今ちょうどね、12時でから1時間経ったんですけども、やっぱりね、僕の思った通りで、1時間あたりね、25% 充電が完了できてるんで、もうね、これで1日分の冷蔵庫の充電は完了してるんで、コンセントの上でね、こっちの電源からの充電を止めましょう。よし。そしたら、3メモリまでね、充電減ってますけども、150W ぐらいでね、今充電できてるんで、大丈夫そうですね。はい。あとはね、この分がもう満タンになってくれれば嬉しいなというふうな感じですね。ということでね、カロリー補給しつつ、先にね、進みたいと思います。
はい、思わぬね、天気のおかげで、電池をね、開封できました。よかったです。ということでね、右手にね、道の駅サラブレッドロード新館さんっていうね、馬好きにはたまらない道の駅があって、こちらによったらね、なんかだいぶ馬の歴史とかいろいろわかるらしいんですけども、馬糞コロッケとか、こう、牧草ソフトクリームとか、そういうのがね、あるんだったらちょっと寄ったんですけども、なそうだったんでね、ちょっと今回はね、サラブレッドロードさんはもうパスしていきたいと思います。はーい、すいません。はい、でね、僕ね、今回、実はパンツや靴下たくさん持ってきたんですけども、シャツをね、持ってくるの忘れたんで、島村さんによってね、ちょっとシャツを買ってきたいと思います。よいしょ。ちょっとね、パッと置いてパッと買ってきたいと思います。はい、ということでね、服を購入してきました。日差しがきついんで、パーカーと、あと普通のシャツ。で、あとね、シャツ1枚じゃ足りないんで、今ね、なんかキャンペーン中みたいだからミニオンズの分が売られたんで、これ買ってきました。はい。可愛いですね。で、あとね、パンツが足りなかったら困るんで、ちょっとね、なんかミニオンズのものが売られたんで買ってきました。はい。で、ちなみにね、4点で4576円でした。で、これをね、計上するかどうか悩みどころではあるんですけども、とりあえず北海道で使ったお金ってことになるんでね、こちらもね、旅の予算の方に計上させてもらいたいと思います。はい。とりあえずね、えりも岬まではあと100キロぐらいの道のりですけども、頑張ってね、行ってみたいと思います。出発です。はい、ね、さっきから警察につけられてます。僕は特に何も悪いことしないと思うんですけども、あれでしょうか、やっぱり車上生活者と間違われてるのかもしれません。気をつけましょう。我慢しようか、セイコーマートは。はい、コーラのゼロがなくなったんで、ちょっとね、買いに来ました。ということでね、ちょっとパッと行ってパッと買っていきたいと思います。はい、ということでね、コーラ買ってきました。2本買いました。で、あと、明太子がね、半額で売られてたんで買ってきました。これはね、北海道で加工された明太子です。ですね、もう北海道産ですね。で、とりあえずね、お昼ご飯食べてなくてお腹も空いてるんで、ご飯を炊いて、それをね、おにぎりにしてから、たらこでね、いただきたいと思います。よいしょ。炊飯器、お米。いつものね、分かりやすい分量でいきます。米 100cc。OK。はい、水 140cc。よいしょ。で、ケーブルはね、後ろの電源につなげて、ここで炊飯ですね。そしたらね、あとはもう自動で炊き上がります。はい。で、炊き上がりにはね、25分ほど時間かかるんですけども、その間はね、移動してればいいんで、よいしょ、コーラ詰め替えて、よし。あとはね、残り50キロぐらいでから1時間ぐらいで着くそうなんで、ゆっくりね、運転しながら行きたいと思います。行きましょう。よし、行きましょう。はい、この炊飯器めちゃくちゃ炊けるのが早いですね。もうね、ものの5分とか10分ぐらいで沸き始めました。早い。ちなみにね、雨が降ってき始めました。ざんざん降りです。あとね、40キロぐらいでえりも岬なんですけども、僕がもたもたしてたせいでね、雨が降ってき始めました。困りました、これは。雨が降っててもね、えりも岬がなくなるわけじゃないんで、頑張っていきたいと思います。よいしょ。はい、ご飯炊けたんで、ちょっとね、一旦その辺止めさせてもらってから、軽くね、お昼ご飯作っていただきたいと思います。せーの、パッと。おー、さすが。しっかり炊けてます。で、これをね、ちょっともうおにぎりにするんですけども、熱々ご飯はね、熱すぎるんで、こうやって、塩、海苔、はい、一つ目完了。もう一個作ります。ということで、ちょっとおにぎりできたんで、いただきたいと思います。いただきます。果たしてお味は。
うまーい。めちゃくちゃ美味しいです。さすが北海道産。やっぱりね、炊飯器はいいですね。走行中にご飯炊けるんで、時間をね、無駄にしたくていいです。もちろんもう一個もいただきます。よし。ということでね、完食です。ごちそうさまでした。よし。ということでね、たらこ余ったんで、これはね、冷蔵庫にね、戻していきたいと思います。よし。OK、掃除完了。よし、お腹もね、膨らんだことですし、いよいよね、エリマ岬に向かいましょう。とんでもない雨降ってますけどもね、行ってみたいと思います。はい。あ、北海道らしい、なんだろう、大地があります。いいですね、こういうのは。はい、近づいてきましたよ。こちらですね。お、この辺かな。到着です。やったー。よし、ということでね、到着したんですけども、ここからはね、歩いていくようですね。なるほど。大きい傘も持ってきてるんで、大きい傘を差してね、歩いて襟裳岬が見えるね、最東端っていうのがあるんで、そちらまで行ってみましょう。よし。よし、行きましょう。貸し切りですよ。なるほど。襟裳岬こっちですね。よし、行ってみましょう。まずはね、襟裳岬灯台見てみましょう。はい、見えてきました。襟裳岬灯台です。はい、ということでね、こちらが襟裳岬灯台なんですけども、率直な意見をね、言わせてもらうと、小さいです。想像したよりも、もっとね、なんかこう、ズドーンと取れてるかなと思ったら、ちっちゃかったです。なるほど。で、今度はね、向こうの方に展望所があるんでね、行ってみましょう。はい、ということでね、こちらが襟裳岬の展望台ですね。素晴らしいです。眼下にはね、海が広がってますね。皆様にはね、あまり何も見えないかもしれませんけども、僕はね、心の目で見てるんで、すごくくっきり見えますね。で、実はね、あちらにね、襟裳岬のその歩いていける一番端っこのところがあるんですよね。で、階段きつそうなんですけども、せっかくなんでね、行ってみましょう。よし、ゴールがね、見えてきました。はい、到着です。襟裳岬のね、突端です。歩いてきてもいい、一番端めですね、ここが。すごい。来れました。今4時半なんで、5時間ぐらいかけてね、ここまで来ました。長かったです。天気が良かったらね、もっと見渡せたんでしょうけども、まあでもね、無事ここまで来れて良かったです。はい、よーし、じゃあね、また戻りましょう。車に襟裳灯台、はい、降りてきました。で、あちらにね、お土産物屋さんもあったりするんで、ちょっとね、寄らせてもらいましょう。おー、すごい。へー、カニ売ってますね。毛ガニがあるし、タラバガニかな、生きたカニ売ってます。1杯25,900円とか。カニなんか食べたいですけどもね、ちょっとね、さすがにカニは買って食べたら大変なんで、我慢しましょう。あ、そっか、襟裳の春は、みたいなやつだな。よし。ちなみにね、こちらはね、いろんなね、美味しいご飯がたくさん売られてるんですけども、時間的にね、タイミングが合わないの、もう最初から分かってたんで、今回はね、諦めました。はい。はい。ということでね、襟裳岬を満喫したら、現在時刻は4時47分になりました。で、今日の観光はここまでで、これからね、今度は車中泊できる場所に移動しようと思うんですけども、行かせていただく場所が、万世温泉キャンプ場さんというところだから、こちらはね、温泉に併設されたキャンプ場なんですけども、お風呂に入ったらね、もうキャンプはタダでしていいよというありがたい場所ではあるんで、今からね、こちらの方に移動させてもらいたいと思います。ちなみにそちらまではね、84キロ離れてて、1時間22分かかるそうです。だからね、買い物なんかもしてたら多分6時半ぐらい到着予定ですね。とりあえずね、頑張ってこちらの方移動したいと思います。はい。じゃあね、行きましょう。よし。
襟裳岬をね離れたら天気がね回復しました。あちらだけねピンポイントに天気悪かったみたいですね。スーパーはこの辺なんですけどもね、よし。はい、ということで、ね、到着です。福原ルルマート店さんですね。この辺ではねすごく有名なスーパーさんです。で今ね5時43分なんですけども、あまり買い物にはね時間が使えないんで、パッとねお買い物していただきたいと思います。行ってきます。はい、ちょっとねいろいろ買ってきました。いいものがねたくさんありすぎたんですけども、本当にね今日は心を鬼にしてからさっさとね買い物を終わらせてきました。よいしょ。よし、じゃあね行きましょう。はい、今ね6時10分ぐらいです。もうだいぶね日が傾いてきました。で外もねだいぶ暗くなってきたんですけども、安全運転でねゆっくり迎えたいと思います。よし到着ですね。ああなるほど。あこっちに止まさせてもらっていいんですね。よし。はい、ということでね万世温泉キャンプ場さんに到着しました。でこちらはねお風呂に入ったらこちらのキャンプ場が利用可能になるらしいんですけども、なんかね200円必要ともね書かれてたんでどっちかわからないんですけども、とりあえずね聞きに行ってみたいと思います。おキャンプ車中泊の受付はフロントで書かれてますね。車中泊も OK みたいです。お風呂に入らせてもらって、あとキャンプ場というのがね車中泊もさせてもらいたいんですけども、こちらの方で受付お願いします。あ、はい、わかりました。はい、はい、じゃあありがとうございます。はい、ごゆっくりどうぞ。今車中泊の予約ができました。お風呂料金が500円で、キャンプ場利用料が1泊200円でした。はい、700円ですね。で、今からねお風呂に入ろうかなと思ったんですけども、実はねこちら一緒にね食堂がリリースされてるんですけども、そこでねちょっと珍しい食べ物があって、僕ねその分が食べたかったんですけども、ちょうどね7時15分がラストオーダーで、あとね15分ぐらいしかないんで、もうね先にご飯をいただいてからお風呂にね入りに行きたいなというふうに思います。早口でごめんなさい、ちょっともう急ぎなんで。こちらですね、大衆食堂マモさんで、これです、チーズサーモン丼。これがねいただきたいので行きましょう。はい、食券で買うみたいです。どれかな、これですね、多分チーズサーモン丼1080円です。はい、お願いします。サーモン丼ですね。はいはい、よいしょ、来ました。はい、ということでチーズサーモン丼がやってきました。こちらはチーズとサーモンを合わせた天丼とのことです。何やらね固まった硬いチーズがついてきたな、これは柔らかくないので、こちらがねサーモンの天ぷらで、こちらねチーズでお漬物と味噌汁ですね。はーい、めちゃくちゃ珍しい食べ物です。でこれをねかけるらしいんですけども、これ固まっちゃってますね。のっければいいのかな。ちょっと待ってください、これチーズだと思うんですけどもね、違うのかな。あ、違う、これはねアイスクリームでした。チーズかと思ってた。これねチーズサーモン丼、これがね食べたかったんで、早速ねいただきたいと思います。いただきます。美味しいです。チーズをねハムで巻いたようなものですね。これはサーモンはどこに行ったんだろうか。でもね美味しいです。美味しいです。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。よし、はい、ごちそうさまでした。よし、ということでね、ご飯もしっかり食べたんで、お風呂にね、入り行きましょう。よし、一旦車に持ってお風呂の準備もできたんで、お風呂入り行きましょう。お願いします。帰ったらこちら、あ、失礼します。ありがとうございます。はい、ごゆっくりどうぞ。タオルをね、貸し出してもらいました。バスタオルとフェイスタオルです。嬉しい。すごい。入浴料金500円でね、タオル付きです。ありがたい。よし、
ということでね、こちらお風呂なんで行きましょう。よし。はい、気持ちよかったです。すっきりしました。お風呂は大きい湯船が一つだけであったんですけども、多分ね、源泉かけ流したんでしょうね。独特の匂いとぬるぬる感があってから、すごい気持ちよかったです。こちら休憩室ですね。今誰もいません。やった、貸し切り状態ですね。よーし、気持ちよかった。外がね、すごいひんやりし気持ちがいいです。はい、ちょっとね、扇風機当たりながらゆっくりします。はい、ということでね、お風呂から帰ってゴロゴロしてたで、ちょっと寝落ちしてしまいました。で、料理をね、作って食べようかなと思ったんですけども、先ほどいただいた丼物がね、量があって、お腹いっぱいになったんでね、もう料理作ることができませんでした。で、結局、何を買ってきたかなんですけども、こんな感じでから、お肉とか野菜とか、お菓子とお酒類で、全部で907円分買ってました。ですので、このお肉を焼いて、一杯やろうかなというふうに思ってたんですけども、ちょっとね、もうお腹がいっぱいで入らなかったんで、泣く泣く今回は諦めたという格好になってます。で、気になるのがね、本日使った金額で、朝からね、なんだかんだでいろいろ使って、結局、今日の合計が 13,652 円です。ガソリン代と島村代がね、合計で8,400円ぐらいいってるんで、かなりね、一気に出費が増えたという格好になってますね。はい。ですので、合計で2日間で15,000円はもう使ってるという格好になるんですけども、これはね、あんまし良くない出費のあり方ではあるんで、ちょっとね、明日以降は気をつけてね、出費を抑えながら旅をね、したいというふうにちょっと思ってはおります。はい。ですので、ご飯食べてからもうすでに4時間ぐらい経過してるんですけども、まだまだね、お腹がいいんで、もう今日はね、12時も回ったことですし、ゆっくりね、休みたいと思います。はい。料理をね、期待してた皆さんごめんなさい。お昼ご飯にね、おにぎり握ったんで、その分でね、ちょっと今回勘弁してやってください。これも旅のリアルです。はい。よし。ということでね、今日はもう休みたいと思います。とりあえず2日目、シシャモが食べれて、襟裳岬にも行けてから、たくさん北海道回れたんでね、すごい楽しかったです。ということでね、明日以降の旅も楽しみながらね、北海道を満喫したいと思います。じゃあね、おやすみなさい。あ、